ご視聴いただきありがとうございます。アズパンです。今回のテーマは新入社員の腕時計です。新年度が始まり、新入社員研修の時期となりました。集団研修では話題になりませんが、部署単位の研修時には経営に近い部署ということもあり、身だしなみについて質問をもらうことがあります。時代が変わっても新入社員にとっては服や靴、髪型に加えて名刺入れや財布、腕時計選びは難しいようです。アドバイスする側も年々難しくなってきました。以前であればある程度のテンプレートがありましたが、多様性が尊重されています。一概に伝えるような言い回しだとオールドタイプと判断されて、相談相手にも選んでもらえません。回答する怖さはありますが、聞いてくれるので真摯に答えるようにしています。時計ブティックの店員さんではありませんが、ひとまずその年の新入社員がどんな時計を希望しているか聞いています。今年はまだ聞けていませんが、ここ数年は Apple Watch が多いような気がします。中には機械式腕時計を希望する人や、具体的にブランド名まで指定されることもあります。理由を聞くと、コスパやタイパ、SDGs やサステナビリティと答える新入社員が多いです。腕時計にも効率性や持続可能性が求められるとは思っていませんでした。どのくらいの予算か確認すると、3万円から5万円くらいという回答が多いです。初任給はまだもらっていないと思いますが、初めてもらう給与に希望を持っている時期ですよね。最初のうちは税金などの控除も少ないため、意外に手取りが多いので、今のうちに買うのはありかもしれません。予算に対する回答としては、趣味に使えるのは年収の 10% まで 5% が理想なのではないかと答えています。家計に占める平均的な趣味費の数値なのでそう答えていますか？貯金の額や趣味の数によっても変わります。今年はベースアップがあった企業も多いですし、5% で計算しても20万円くらいまでは可能かもしれません。面白いのはコスパやサステナビリティを重視しているのに Apple Watch を選んでいることだと思います。私も以前使用していましたが、長くても 4,5 年で買い替えなければなりません。毎日充電することも考えると、年間1万円以上はかかっている計算になります。メールや音楽を聴くことができませんが、同じ価格帯でセイコー5が買えます。オーバーホールを5年に1回2万円でするなら、長期的にはセイコー5の方がコストは安くなりそうです。ということは、コストの部分は機械式時計が勝っていても、パフォーマンスの部分で Apple Watch の方がいいと感じているのかもしれません。充電する手間と毎日ネジを巻く手間で感じ方も違います。もちろんファッションやトレンドもあると思います。コストの部分は年代問わず認識は同じですが、求めるパフォーマンスは年々変化しているのかもしれません。機械式時計に価値を見出せなければ、クォーツのパフォーマンスを下回ってしまいます。時代によって Apple Watch がダニエル・ウェイリントンだったこともありますが、ある程度新入社員の考え方もまとまっているように思います。ではなぜ毎年同じように時計の話題になるかと聞けば、会社で評価される時計が知りたいそうです。評価されるというのも、同期で一番になりたいというよりは、悪目立ちせず問題なく過ごしたいというイメージに近いと思います。服や小物もそうですが、会社はお金を稼ぐ場所で、必要最低限のコストで過ごしたいと思っている人が多いようです。つまり、この会社では Apple Watch でも問題ないかや求める役職、例えば Apple Watch でも課長になれるかが気になっているようです。腕時計自身のコストというよりは、社会や会社が求める社員への見えないコストを削減したいのかもしれません。本当に時代が変わったなと思います。会社は第二の家と言われたこともありましたが、安心の場所ではないようです。定量的な効果が求められたり、スマホでいつでもどこでも仕事ができる時代、削減できる部分は削減したいという気持ちもわかります。私の経験は限られていますが、いろいろな場所で印象に残っている腕時計を振り返ってみます。新入社員から主任クラスで多いのは、国内ブランドのエントリーモデルやポール・スミスなどのファッションブランドです。時々若くして高級時計をしている人も見かけます。してない人も多いですが、着用している方が悪目立ちしません。感覚的な部分もあるのですが、腕時計をしていないと時間にルーズな印象を与えてしまいます。仕事では信用が一つのポイントになってくるので、悪い印象を与えないことが大切です。話題になっているスマートウォッチですが、仕事用としてはお勧めしていません。研修や挨拶回りでは相手側から見ると腕元の画面変化やメールを読んでいる姿で意識が途切れます。失礼にはならないのですが、
早く終わってほしいように見えたり、こちらからは内容がわからないので、緊急性が心配になります。勤続年数が長くなると案件の優先度に判断がつきますので、そうなるまではスマートウォッチの運用は控えることを勧めています。予算内で国内ブランドを買っておけば問題ないとは思いますが、それでは面白さや個性は出ません。自分の将来性をアピールするのであれば、ちょっと先の未来を先取りする時計を選ぶのをお勧めしています。自分が30代になった時にどうなりたいかを想像してみるのはどうでしょうか。ネット情報にはなりますが、菅田将暉さんはオメガのコンステレーションをされているそうです。山崎賢人さんはウブロのアンバサダーです。クラシックフュージョンは使いやすいと思います。自分の目指す方向性の芸能人がしている腕時計を参考にするのもありだと思います。私も木村拓哉さんを見てロレックスのエクスプローラーが欲しいと思っていました。最近、フットボールアワーの岩尾さんが購入動画を出していたので、これからの世代はエクスプローラーといえば岩尾さんになるのでしょうか。どんな時計を着用することになっても、腕時計にまつわる小話は用意しておくことをお勧めします。俳優だけでなく、歌や CM でも活躍している俳優に憧れてオメガを買ったんです。仕事も営業だけでなく、開発や管理もしてみたいです。とかどうですか？新入社員にしか使えない言葉ですが、そんな話ができると自分の個性が示せます。5年後にどうなっているかなんて誰もわからないですが、今のモチベーションが高いことは会社にとって大切な要素ではあります。タフさを前に出すなら G-SHOCK もいいと思います。どんな現場でも行く準備ができている覚悟が伝わってきます。腕時計に関わらないのですが、一つ一つの持ち物に物語があると印象に残ります。仕事で成功する秘訣ではありませんが、覚えてもらえるといいことがたくさんあります。新入社員でもロレックスに憧れている人もいます。ロレックスに限らず海外ブランドの機械式時計もいいと思います。どういう理由で購入したいかわからないですが、好きな理由を存分に語ってください。もちろん将来性や資産性で選びましたでもいいと思います。お金に対して貪欲な姿勢がしっかり見えます。ただ、ローンはお勧めしません。最近は平行点でも金利が 0% なので買いやすくなっています。ローンの仕組み自身はいいと思うのですが、壊れたり紛失した時のことを考慮した場合にリスクヘッジできていません。以前に動画で話をしたことがありますが、30万円超えたらそこからは自己満足だと思っています。会社での評価は大きく変わりません。腕時計はなくなる可能性も考慮しておいてください。一方で腕時計とは長い付き合いになります。老眼になったら選べるダイヤルが限られます。今のうちにしたい時計を自由に選んでくださいね。